レベル5、皆さんこんにちは。レベル5の日野です。今日は皆さんにしっかりと作品のことをお伝えさせていただきたく、リアルで登場してみました。さて、4月11日稲妻11英雄たちのビクトリーロードの最終スペックを発表し、非常に大きな反響をいただきました。本当にありがとうございました。ただそこには反省点もありました。情報が多すぎるあまり、重要な部分に関して少し説明不足な部分があったと感じております。今日は開発の進捗を兼ねて、皆さんに本作における補足説明をさせていただきたいと思います。まずご意見で多かったのが、技はどれぐらい実装されるのという点だったと思います。これに対してですが、まず技の数などを含んだ本作のコンテンツボリュームは過去最大であることをお伝えしておきます。リリース時点では過去のストーリー分の技で実装できてない技があることは事実ですが、最終的には更新によって本作に必要とされる技は全て実装予定です。お楽しみに。皆さんが絶対に欲しいという技はほとんどが最初から入っているとは思っています。技演出のカテゴリーでは550を超える数でのスタートになるかなと思っております。次に、今回試合におけるゲームスピードを見直しました。やはり万人が楽しめる試合システムにしたいという思いがあり、体験版の時点では試合システムとしてテンポがいい反面、ゲーム速度に少し置いていかれる方がいたかなと思いました。そこで RPG として楽しめる程度に試合のテンポを調整しました。やりやすくなっていると思いますので、製品版にてご確認ください。そしてセレクトキャラシステムですが、ここには多くの反響があったようです。今回なんと声優ではない他の業界の皆様をお迎えして、一つのゲーム、一つのアニメにとどまらない楽しい作品の雰囲気を作っていこうと考えています。皆さん想像してみてください。皆さんがある学校の部活の部長として人を集めなければならないとなったとします。しかも入学したばかりでどんな人間がいるかもわからない状況です。それはもういろんな性質の人たちを相手にすることになるわけです。友達オーラをバリバリ出している人だけではなく、完全に生きている世界が違うなという人とも向かい合うことになるでしょう。今回はまさにそんな気分を味わっていただけるのではないでしょうか。そんな新たな試みに挑戦する中、皆さんがご懸念されるのが、他業種の皆さんの演技が稲妻の世界に合わないのではないかという部分だと思います。その点についてですが、今回 YouTuber、VTuber、アイドル、シンガーの方などを起用させていただきましたが、ズバリどの方も本当に演技は一級品で、稲妻の世界観にも完全にマッチしました。その点の心配は全くいりません。作品が発売されればすぐに分かっていただけると思います。本当にすごいです。皆さん、誰をチームに入れるのか絶対に迷うと思いますよ。ここで一部の方から批判意見というわけではなく、おなじみの声優さんたちにもやってほしかった、セレクトできるキャラに稲妻のおなじみ声優の枠がなんで一人もいないのというご意見があり、それは確かになと思いました。さまざまな選手から自由に選べるコンセプトというのであれば、声優が演じるキャラからも選びたい。実にその通りです。そこで今回なんと急遽セレクトキャラを10人から15人に増やしました。それではここでセレクトキャラシステムの新たな PV をご覧ください。調子こいてなんぼじゃい。まくってくぜ。幕下てる、相撲部所属。勝負事が好きですぐに競い合おうとする。今日は今日とて春うらら。弁天九郎丸、歌舞伎役者の一家に育つ。演じる時は何かに取りつかれたようにその役になりきる。君に出された簡単な問題だ。伊勢谷要、クイズ研究会所属。豊かな知識を生かし人の感情を読み取ることができる。まずは一歩気楽に行こう。頂き挑む登山部志望の帰宅部。
とことんポジティブ思考で地道に坂を登っていくような生き方に徹している。ものは考えよう。苦労は成長の種ですよ。有働ミリカ、茶道部所属。周囲をサポートする能力に優れており、沈着冷静、それでいて元気で明るい牽引力を持つ。上品さを書いていますわ。今里ひまな、日本舞踊部所属。常に上品な振る舞いを心がけており、自分だけでなく周囲の気品を高めることにも努力を怠らない。私という剣を試してみたくはない？小手内七海、剣道部所属。反射神経がずば抜けており、瞬間的な対応力は他の追随を許さない。迷うことなどない。なぜなら晩目サイト、囲碁部所属。緊張すると手が震えるという気が小さい一面もあるが、高い空間認識力を持つ。一突味わってみるか。牛島凸五郎、ラグビー部所属。突進力がありすぎて過去に人を怪我させた経験から本領を発揮できる場を探している。君はすでに僕のエリア内だ。怪しの銀狼、マジック研究会副部長。人を欺くイリュージョンに長けている。一見クールだがお笑いやギャグが好きな一面も持つ。そして新たに部員候補となった5名を紹介しよう。君という海でビッグウェーブに乗りたいんだ。浜名明夫、サーフィン部所属。イケイケな見た目で言うこともでかいビッグマウスだが、実はビビリで気が小さい。おまんの後ろに幸運の握り飯発見。福良結び、帰宅部。周りから人を幸福にする不思議なパワーがあると噂されている。君の心にメタルはあるかい？鉄のケルビン、メタル研究会所属。筋金入りのポジティブシンキングで鉄のように強い心の持ち主。時に人は嘘をつく生き物にございます。黒原レモン、ハンドボール部所属。人を信用しないが自分が認めた人間への忠誠心は強い。俺に近づくなんてやけど覚悟ってことだな。星美香奈、軽音楽部所属。かなりの毒舌で誰が相手でも素直にチクリとした一言を発する。以上が南雲原中サッカー部の新たな部員候補だ。みんな個性豊かで誰が仲間になっても力になってくれるのは間違いない。さあ、君が仲間に選ぶのは誰だ？いかがでしたか？というわけで今回は稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードスタッフ一同心を込めて作っております。長くご心配をおかけしてきた本作ですが、応援をしてくださるファンの皆様に支えられ、ついに開発の最終段階に来ております。次は本作稲妻の世界でお会いしましょう。発売までもう少しだけお待ちください。リスペクトですね。まず笹波運命という男に対して男が憧れるようなかっこよさみたいなのは最初噛み合わねえなと思ってました誰も踊ると思ってないじゃないですかみんなを惑わせに行く存在だなっていう、どこから探っていこうっていうのが最初の印象でしたね。今までずっと憧れてきた作品なので、どんな思いをして選ばなきゃいけないんだろうなっていう。運命くんの気持ちにちょっと近いのかわからないですけど、近くないのかな。やっぱり嬉しさはもちろんあったんですよ。でも半分嬉しさで半分不安というか緊張、複雑でしたね超次元サッカーっていうのがキーワードになってますよね。そういう技名を叫びながら超次元サッカーができるっていうのはやっぱやってみたかったなっていうふうにももちろんあったので、それは今から楽しみにしているところでもありますかね。まずびっくりしましたね。ちっちゃい頃に稲妻イレブンアニメーションの方を見させていただいてたので、なんといっても遠藤守のゴッドハンドをね、サッカーで遊ぶ時に僕もね出せないかとか思いながら遊んでた記憶があるので、めちゃくちゃ嬉しかったです。何より周りが喜んでくれて私もうまさに稲妻イレブン世代だったので、同級生の子とかから稲妻イレブンに同級生が出る自慢していいみたいな、すごくそれでめちゃくちゃ周りも盛り上がってくれたので、
実感が徐々に湧いてきたっていう感じだったんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったですね。ただこう作品がもう本当に長く皆様から愛されてる作品ですし、その中でも遠藤春というすごく重要な役を任せていただけて、なんというか自分の中ですごく規模がとっても大きすぎて、未だに正直あんまり実感ができてなくて。小学生時代の時にすごい思い出の作品だったので、超次元サッカーの世界に参加できるっていうのですっごいワクワクしましたね。とにかく衝撃だったんですけど、そこからなんか時間が経ってじわじわと嬉しさが込み上げてきて、でふと冷静になった時にちょっと私でいいのかな、うまくやれるのかなっていう不安もすごいありました。こう過去にも関わらせていただいたタイトルなので、自分がこうまた新しいゲームとして参加させていただくっていうことは想像してなかったので、新しいの出るんだ、いいなってすごく外野から眺めていたんですけど、まさかこういう形になるとは思わなかったので、ちょっと飛び跳ねて喜びましたね。はい。やはり主人公をやっていく、しかも自分が今まで見てきた作品で、なんならすごい長い作品じゃないですか。長い作品でファンの方もずっとこう愛してらっしゃる、すごい長年愛されてる作品の新作の主人公をやるっていうことで、やはりプレッシャーじゃないですけど、こう緊張っていう面もあったんで、複雑というか一言で言うとありますね。声を当てるっていう仕事が初めてで、それですごい緊張してましたね、収録の時は。僕初代のキャラクターで遠藤守さんがすごい好きなんですけど、遠藤守さんと同じライモン中のキャプテンができるっていうのが、あ、こんなこともあるんだなみたいな衝撃的でもありました。遠藤守の息子として春を演じるというよりも、遠藤春という人間をちゃんと表現してあげられたらいいなっていう、いわゆる遠藤守の息子としてのプレッシャーはあんまりなくて、これは多分みんなから見たら遠藤守は本当に絶対的な人間で伝説的な存在だと思うんですけど、春からしたら父親っていうのがまず第一に来るので、春をやってる時に遠藤守だっていうなんかそういうプレッシャーはあんまり実はなくて、ただこれは私自身がすごくありがたいことにオーディションの時からこう遠藤守の遺伝子を感じる声だよねっていう風にすごく言っていただけてて、竹内純子さんのボイスサンプルとかをめちゃくちゃ聞き込んだりして、すんごい研究した時期があったんですよ。遠藤守の息子としての意識というよりは、私が竹内純子さんのお声の雰囲気を出せているかな、春としてやっていけてるかなっていうのを常に考えて、それが、プレッシャーって言ったらプレッシャーかなっていうのがあって、でも映画の舞台挨拶で舞台上で竹内さんからこう贅沢にも自由にやれっていう風にお言葉をいただいて、その後の収録からはこうなんというか、自分にできることを、自分にできる表現を自由に楽しくとにかくやってみようっていう風にすごく振り切ることができたので、すごくありがたかったです。オーディション当時ですよね。まず初めまして出会った時はサッカーに抵抗があったりみたいなキャラクターは過去にもいたとは思うんですけど、こう主人公が初っ端からこうサッカーなんてなくなってしまえばいいみたいな否定から入るっていう展開、まずインパクトがすごかったんですよね。これ僕原稿間違ってないですかマネージャーさんみたいな感じになったのはすごく今でも覚えてますね。最初噛み合わねえなと思ってましたキャラクターとしてはソジはすごい陰キャミーッケだみたいなセリフがあったと思うんですけど、そうなんですかね、うまいこと噛み合ってはいないんですけど、運命は運命で周りを見れるし、よく観察してね研究してるし、ソジもソジで人の心というか人の目というかすごく見ている部分はあるので、なんか根本的な部分っていうところでは、軸の部分ではすごくつながりがあるのかななんていうふうに思ったりしますね、2人は。どのキャラクターも気になるんですけど、やっぱり運命くんっていうのがこれまでの主人公像とやっぱちょっと違ってて、選手ではなくて司令塔のようなポジションで仲間たちを見守りながら一緒に戦っていく、なんかその姿みたいなのは僕の中では結構意外だったなっていうのがあって、でもああいう、選手じゃないポジションの人もやっぱり光が当たるべきだなっていうふうにも思いますし、その先も見たいなっていうふうに思わせてくれるキャラクターでしたね。
まずどんな役なんだろうと思ってキャラクターがバーって立ち絵がたくさん並んでるのをもらった時に、いや俺だったらこの役やりたいって思った役が桜崎くんだったので、それはすごく、嬉しかったし光栄でしたね。まずこう強そうかっこいいっていう、でもなんか瞳の奥ではなんかこう優しさみたいなのがちょっとにじんでるようなキャラクターだなっていうのは見てて思ったんで、悪いやつではなさそうだなっていうのはなんかビジュアルからも香ってくるところもあったりとかして、そういうのは、感じましたね。木曽路はいただいた役だったので、最初はそうですね、やっぱりファーストインプレッションですごく木曽路の明るい部分だったりとか、こう人懐っこさ、ともすればこううるさい感じっていうのを、はつらつとした感情をすごく目いっぱい表現しようと思ってたんですけど、第1回目で収録の時に監督からちょっとうるさすぎますとそういう感じのことをおっしゃっていただいて、だんだんとなんだかこうなんていうんですかね、その木曽路のなんだろう深みというか、そういうものを出していけるようにっていうことを努めましたね。素直な性格じゃないですか木曽路も。だからそれに感化されて僕もスルスルっといけたんですけど、本当に一番最初声をもっと高くしてくださいっていうディレクションがあって、そういうところでなんかどうしたもんかなみたいな、こう技術的な部分で葛藤はありましたけど、なんか木曽路のキャラクター作りっていうところではそこまで悩みはなかったかもしれないです。めっちゃ可愛くないですか？ピンク色の髪のキャラクターをやることってめったにないんですよ。どちらかというとクールなかっこいいキャラが多かったので、このキャラクターを吉岡真由がやっていいんですかっていうのが最初すごくあって、こんなに可愛らしくて、でやっぱビジュアルが出た時も皆さんすごく可愛いって盛り上がってくださってたので、この可愛い子を私がどう演じよう、ワクワクと不安と緊張とみたいないろんな感情が混じってたんですけど、なんかやっていくとだんだんそのライカちゃんのかっこいい部分みたいなのが出てきてて、きっとこのかっこいいとか芯の強さみたいなのが私と通ずるものなのかなと思って、対運命くんとかあと対桜崎とか人によってその違う顔を見せてくれる部分がいっぱいあるので、そういうところでのその差を出してみたりとか、なんかもっとフランクにとか、その距離感をもっとちょっとずつ詰めていくみたいなところにキャラクターの可愛らしさとか逆にかっこよさとかっていうのを差つけられたら面白いだろうなって思ってます。映画の中では運命の幻覚、イマジナリー春として登場してきたりとか、作品の中でも現実のいないれファンの皆様の間でもすごくみんなを惑わせにいく存在だなっていう印象はずっとあって、ただ収録の中ではこう遠藤守の息子としての息子ならではの悩みであったりとか、その中にある中学生らしさ、子供らしさとか、こう春を知るたびに可愛いやつねって思いながら収録しています。カリスマキャプテンっていう文言がすごく僕にとってはすごい大きなもので、僕にとってのカリスマキャプテンは遠藤守だったので、一体どういうカリスマを僕なりのなんですかね、指標にすればいいのか、どこから探っていこうっていうのが最初の印象でしたね。初代から稲妻イレブンをやってると挑戦者っていう立ち位置のイメージがすごく強かったんですよ、ライモンイレブンに対して。それが待ち構えている王者としての立ち位置に変わっているっていうのは、本当に稲妻イレブンっていう作品が新しい世代に移ったんだなっていうのがなんか僕の印象ですね。今までこう生きてる中で挑戦者っていう立場をいっぱい取ったことがあったんですけど、待ち構える王者、待ち構えるみたいな立場はあまり取ったことがなくて、この最強ライモンの王者感をちゃんと出していけるように、自分にも自信のあるプレイヤーとしての演技をしていきたいと思っております。自分がプレイするときにどんな思いをして選ばなきゃいけないんだろうなっていう、例えば能力がいいから選びたいか、キャラクターに愛着があるから選びたいかは相当悩むんじゃないかと思うんですよ。これ一度選んだらずっとその本編中は一緒になれないわけですよね。
レギュラーとして選ばれるみたいなところ、選ばれなかった側。僕中学の時は野球部で万年補欠だったので、ちょっとそういう思いがあるのでみんな選んであげたいんですけどね、本当は。台本をいただくまでどういうセリフを喋るのかが分からなかったから、私の想像でずっとななみちゃんの像を作ってたんですけど、なんかいざ台本をいただいてみたら、なんか意外とちょっと女の子らしいところもちゃんとあるキャラクターなのかなっていう風に思いましたね。でもなんかちょっとギャップがあったりするのかなと思って、なんか驚いたりするシーンがあったんですけど、その時に乙女チックな声で驚いたりするのかなっていう風に自分の中で考えながらちょっと意識して喋った部分がありますね。でやっぱ剣道部だったんですけど、小手内ななみちゃん、私も過去に剣道やったことがあって、そこが本当に唯一の共通点かなと思います。運命くんを演じる上で繊細さっていうキーワードが一つありまして、まず運命くんってすごくなんか大人びて見えるじゃないですけど、意志の強さだったりとか芯がしっかりしてる部分でなんか結構しっかりした子なんだなみたいに見えるんですけど、曲がりなりにもやはり彼は中学生なのでまだまだ心は成長する段階にある、いわゆる思春期じゃないですけどあると思うんで、結構周りからの影響だったりとか、それこそ自分で葛藤したりだとか、すごく心が動く時期というか繊細な時期だと思うんですよ。めちゃめちゃ多分皆さんもね、運命くんぐらいの年の頃って、僕もそうですけどすごく繊細だったと思うんですよ。ちょっとしたことで傷ついたり、ちょっとしたことでなんか突然テンション上がったりみたいな、すごく動きやすい、心が動きやすい時期なので、まずそういった意味で笹波運命という人物の繊細さを表現できればなっていうふうに思ってまして、もう一つ僕自身がお芝居する時の繊細さっていう意味でも大事にしてまして、運命くんって感情の幅がそんなに大きくないじゃないですか。なのですごいこの限られた幅、感情の幅の中でいかに運命くんの喜怒哀楽だったりとか、笹波運命というキャラクターが魅力的に皆さんの方にお届けできるかなっていうのをすごく繊細にお芝居をすごい組み立ててっていう風に考えてやってますね。稲妻イレブンの世界観を壊さないようにっていうことですかね。私が今までずっと憧れてきた作品なので、その世界観を崩さないようにできるだけ溶け込めるような演技っていうのをちょっと念頭に置いてやってました。やっぱ本当に難しくて、声の抑揚が中学生らしいはつらつとした感じの抑揚がなんか後から聞いてみると、あれ意外とできてないみたいなことがあって、声優さんって本当にすごいんだなっていうのを身に染みましたね、その収録で。リアルな感情を出すっていうのが求められていたので、僕も木曽路がね体験版でちょこっと出てきたシーンがございましたけれども、ああいう友達関係だったりとか思春期に一番悩む内容のことが出てきて、自分もそういえば過去悩んでたなと思うし、大人になってからも社会に出てからも人間関係の形成していくっていうところはなんか共通して今現在進行形で僕自身も考えることはあるし、プレイしてくださってる方たちもきっとなんか思うことがある内容だなと思うので、ものすごく木曽路の過去現在抱いている思いっていうのはすごく共感する部分が多かったですね。僕の親が結構放任主義だったので、逆らえないとかそういったものは僕は全くなかったから、演じてて難しいなと思ったポイントなんですけど、逆らえないっていうのもいろんな理由があるし、桜崎くんに至ってはもう親御さんの気持ちも分からなくもないというか、大人になっちゃったなっていう気持ちもあるんですけど、自分がだからすごく、難しいですよね。どっちが悪とかじゃないから、僕は自分の中でそこは気持ちに決着つけながら演じないとなとは思ってました。悪いことをしたいっていうだけの人たちもいるわけじゃないですか。そうじゃなくてなんか突っ張ってるというか、なんか男が見ててかっこいい不良っていうのかな、そういうのは時代とともに変わっていったものなんじゃないかなっていうふうには思ってるんで、誰かとつるむわけでもなく、桜崎くんは本当になんかかっこいい、男が憧れるようなかっこよさみたいなのはありますかね。稲妻イレブンの声優やりますってなって誰も踊ると思ってないじゃないですか頑張らなきゃなっていうのもあって、
すごく緊張しました。すごい広いスタジオで一人で踊るんですよ。目の前に振り付けの茜先生もいて、で茜先生のそのダンスは別のコンテンツだったりいろんな作品で知ってはいたので、なんかそれを改めて自分も踊ってるんだっていうところに、私今何してるんだろう稲妻イレブンって本当に幅広いなっていうのを感じました。モーションキャプチャー自体は私初めてじゃなかったんですけど、ライカちゃんの骨になるじゃないですけど、その動きの元になるみたいなのは初めて、当然初めてのことなので、映像を見ながらちょっとずつライカちゃんならこうするのかなとかっていうのを一緒に先生たちと研究しながらやったのすごい覚えてます。かっこいいし可愛いし、よりライカちゃんのことを好きになれました。なんか自分が動いてやってるっていうのを一回忘れちゃってて、絵の完成度とあとバトルシーンっていうところで運命くんも応援したいしライカちゃんも応援したいしっていう、その一ファンの立場になって見ちゃって、ゲームなのに作品を見てる感覚というか、ファンとして楽しかったです。初めて初見の動画を見た時は。クロニクルモードに行った先には、自分がかつて演じさせていただいたキャラクターたちも待っていると思うので、そこにもなんか早くたどり着きたいなっていう気持ちもしますけど、まずはそのゲームの新しくなったこととか、本当に皆さんね長年待っていたと思うので、もう十分に堪能して、僕も堪能して、そこでまたさらに次を進む、新しいシステムで絆タウンという自分のこう領地だってあれ作っていくっていう、ああいうなんか街づくりシステムみたいなもの僕すごいハマっちゃうので、ちょっと怖いですね。ずっとやっちゃいそう。もう何かちょっとした鉄塔とかの配置とかもすごいこだわっちゃうので、なんかそこだけでもなんか一晩かけてやっちゃうとか怖いですね。もう本当にてんこ盛りで、もうこのゲームを真にクリアできる日は来るのか、ゴールはあるのかっていうぐらい、もう本当に一生遊べるゲームだと思いますので、こう長い年月待ってくださった稲入れファンの方々にもしっかりと満足していただける作品になると思いますので、あと少し発売をお待ちください。作品を通して今までの遠藤守たちが紡いできた物語で、それを受け継いでさらに運命っていうね、すごい運命的な名前の主人公がですね、物語を紡ぐっていうところで、また新しい稲妻イレブンの姿っていうのが見えてくるんじゃないかなと僕は思っております。稲妻イレブンをプレイしたことがある人もそうじゃない人もきっと楽しめる作品になっていると思います。もう一度サッカーと向き合うことを選んだ運命くんと頼れる仲間たちの行く末をぜひ見届けてください。稲妻イレブンという作品において、つながりという言葉はとても大切なキーワードだと僕は思っています。過去の作品やキャラクターたちとの歴史的なつながり、それから今日まで稲妻イレブン作品を愛してくださっているユーザーの皆様とのつながり、この2つのつながりの先にある新たな世代の稲妻イレブンキャラクターたちとの出会いを皆さんに楽しんでいただきたいと思っています。やはりここから笹波運命という男がサッカーと向き合って、そして南雲原中というね、学校のサッカー部をどこまで連れて行ってくれるのかっていうのが見ものですので、ぜひ皆さんストーリーモードの方もお楽しみにしていただければなと思っております。